こんにちは、めぐりです。今回のテーマは、リアル卓球をしている方に特に役立つ卓球ラバーに近い数値設定の仕方というテーマでお伝えしていきます。実際、普段リアル卓球をしている方の多くが 11VR でどれくらいの数値に設定すれば自分のラバーに近くなるのかと悩むことが多いと思います。例えばディグニックスやテナジーを使っているけど 11VR ではどの数値が近いんだろうとか、上位プレイヤーの設定ってどんな感じなんだろうと疑問に感じたことはないでしょうか。そこで今回はそんな悩みを解決するためのシートをご紹介いたします。このシートには 11VR 上位の選手たちが使っている弾み、スピン量、スロー係数といった設定値、そして実際のリアル卓球で使用しているラケットやラバーがまとめられています。さらにバタフライのテナジーやティグニクスシリーズ、ニッタクのファスターク、ビクタスの V15 など約50種類以上のラバーの推定数値も記載されています。つまりこのシートを見るだけで自分のラバーに近い設定をどうすればいいかが一目でわかるというわけです。それではシートの見方を順番にご説明していきます。まず見るべきはパドルデータと書かれたシートです。ここには上位 11VR の卓球プレイヤーが各自どんな設定をしているかが記載されています。おそらくこれが最新データになります。有志のプレイヤーが随時更新してくれているようです。各選手の項目にはユーザー名、フォアハンドとバックハンドの弾み、スピン量、スロー係数、そしてリアルで使っているラケット名も書かれています。さらにラボデータという詳細設定をオンにしているかどうか、使用しているアダプターの種類、デバイス名、GVLP の有無なども記載されています。こちらの GVLP や GV、GP 設定がわからない方はこちらの関連動画もチェックしてみてください。最後にラケットのサイズ、通常サイズか特大サイズかも確認することができます。こちらのシートで上位勢の傾向をつかむことができますが、正直空欄の部分も多くあります。そこで次のシートが参考になります。次に見るべきシートはアップデート前のデータです。実は 11VR は2025年5月に大型の物理演算アップデートが入りました。そのおかげでボールの飛び方が少し変わりました。なのでここに書かれている数値を丸々参考にするのはやや注意が必要です。ただこのシートの方が情報量が多くて、スロー係数以外は今でも十分参考になるかと思います。スロー係数についてはアップデート前の数値から0.04 ほど低く設定すると現在の物理に近い感覚になると言われています。なのでこの以前のデータをベースに微調整するのがおすすめです。そして3つ目のシート AI プリディクションというシートには各ラバーの近似値がまとめられています。左側にラバー名と販売価格、右側には弾み、スピン量、スロー係数の推定値が記載されています。ここで自分の使っているラバーを探してその数値を 11VR で再現すればかなり近い打球感になるのではないでしょうか。もちろんこれはあくまで記入者の感覚値です。同じラバーでも打ち方や個人差で少し変わってくるので、実際にプレイしながら微調整をして自分に合う数値を見つけていくのがベストです。ということで今回はリアル卓球をしている方に特に役立つ卓球ラバーに近い数値設定の仕方というテーマでお話しいたしました。
VR 卓球はリアル卓球の練習をより効果的にするための最高のツールだと思っています。自分の用具に感覚を近づけることで、より自然にスイングをすることができて、リアル卓球の上達にもつながるのではないでしょうか。ぜひこのシートを活用して自分に合った設定を見つけてみてください。このチャンネルでは 11VR や VR 卓球の魅力をたっぷり発信していきます。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。